はい、今回この馬力、なんで今になってブルブル青物ジリングロッド出すのって思われるかもしれないんですけども、近所のですねこの外房南房で釣りする時に、どうしてもどのロッドがいいんでしょうかって仲乗りしている時もあるんですけども、お客さんに言われた時に、あのロッドもこういうところはいいけどこのロッドもこういうところがいいけどっていろんなロッドが出てる中で、一つですねこう自分なりにスタンダードなものっていうのをお客様にご提案できるスタンダードなものっていうのを組み合わせとして作りたかったんですね。まずこの604、ここにね4って書いてあるんです。見ればわかるんですけど、こうロッドホルダーからどれかなっていう時にこの白い線がですね4本入ってるんで、4番パワーのロッドはこれだっていうのがロッドホルダーに刺さっててもすぐわかるようになってます。しっかりジグを動かせるロッドなので、ブルーブルーのジグでいうと、まずは、重たいジグを使う時、180とか 150g 以上のジグを使う時に、まずよく使うんですけども、種類としてはバーチカルでしっかり攻めたい時だからエスナルとかコニファー、あと今回ですね実調で使ってたのがプロトモデルのメタルジグなんですけども、それも、しっかり縦にしっかり引いてくるですねジグの波動をしっかり出して食わせるジグを使いたい時とかは604の強い方がおすすめです。632の方は、ティップは柔らかくて、バットは強い、投げられるジグをアンダーでしっかり投げられるバットの強さを持ちつつ、ジグの、動きすぎを抑えるような柔らかいしなやかなティップのモデルです。どちらかというとジグを激しく動かすというよりはきれいに泳がすロッドは632なので、しっかりジグを弾き飛ばしてスライドさせて食わせる時には604で、ジグをきれいに泳がせるように引いてくるのが632と、簡単に言えばこの2機種の使い分けはこれです。ちょっとね5万円以上するロッドになりますが、初心者の方でも使いやすく、でちょっとやり込んでる方でも使い込める奥深さのある、仕様に仕上げてます。で初心者の方じゃあ竿を2本いきなり買えないよっていう時にどっちの竿を選んだらいいんだろうって多分悩まれると思うんですよ。今の正直流行りといえばこの632のようなローレスポンス系のロッドを勧められることって多分多いと思うんですけども、正直、初心者の人が1本選ぶならば私はこの604の方をお勧めします。この604硬いんですよ。硬い竿ってちょっと扱いにくいかもしれないんですけど、ちゃんと竿を少し煽っただけでジグがしっかり動くんですね。綺麗に何回も綺麗なアクションが出ていなくてもうまく何回か数回カンカンってジグが動くだけで杭が立ってるワラサとかしっかり食ってきますんで、硬い竿でしっかりジグを動かすっていうところを本当はまず覚えていただきたいんですね。硬いのじゃなきゃダメな時もあるし、柔らかいのがある方が楽な時もある。それをしっかり覚えていただきたいと思いまして、この2機種をリールとの組み合わせですけども、今回ですねこれソルティガの8000番、ステラの8000番とどちらも8000番サイズで、主にテストしてきました。だいたい島野さん大和さん問わず6000番から1万番ぐらい、それぐらいの間のリールで、竿の強度的にも P の 2.5 号から4号ぐらいまで、それぐらいの、要は P35 4号っていう近海の青物ジリングで一番使うであろうところでテストしたモデルです。今回は、3号に50ポンドリーダーで組み合わせてます。しっかり馬力の解説をしたいと思います。馬力の604でルアーはこれちょっと今ね新しく開発してる
プロトタイプのメタルジグです。 150g。 ちょっとね潮が早かったんで落ちやすくてしっかり波動の出せるジグを入れていきます。当たった。畜生抜けた。よっしゃ食ったよ。食った。今ね何回か当たってチェイスしてきたんだけど乗らなかったのが追い食いしてくれました。おおいい引きだ。おお変わっちゃった。魚がね変わっちゃいましたよ。サメ切れた。結構サメの肌でリーダーがザラザラしてる。完全にサメに餌やりですよ。このね今使っているこの馬力の632はどちらかというとジグの動きをこう殺す、あんまりこうカンカン動かさないように使う。どちらかというとねジグを弾くっていうよりは632は綺麗にジグを泳がしてくるロッドですね。でシーライドロングを投げてこう斜めに落としてってこう斜めに上昇しながらこう泳いでくるようなねイメージを演出していきます。ほら来たよ。あった。斜めになんだろう。来たよ。お潮があるんで丁寧にはいありがとう。シーライドロング150、馬力の632との組み合わせでね横にきれいにジグを泳がすように引いてきたら釣れました。やった。これ最近やってる JGFA のタグ&リリースのプログラムで、ごめんねちょっと痛いけど、千葉で逃がしたブリが北海道で再捕獲されたっていう事例もあるんで、ここの千葉の海の魚を大事にすることが多分日本全国の海にもつながってるんで、まあね今自分が釣った魚がこの後どこ行くのかとかのも楽しみなんで、ちょっと最近こういう活動してます。今度はね馬力の604で、こういう硬い竿はねこうバーチカルにこう真下から真上に上げてくるのが得意ですね。浅いんでね広く探った方がいいんで、最初はちょっと投げて斜めに引きます。だいたいね水深が25メーターぐらいなんで、まあ中層10回ぐらいしゃくったら1回落としてもう1回。ボトムはね取ってるよ。ボトムから送った。そい上げで3、4しゃくりで食いました。プロトモデルのジグに竿は馬力の604。さっきの経験があるからちんたらやらないでゴリゴリ巻きます。
よいしょ。はい、見えました。最後はタモの方に、はい、サンキュー。はい、604にですね、今開発中のプロトのジグで釣れました。縦にしっかりねアクション出して、下から3回4回強くしゃくったところで食ってくれました。はい、今ねタグをちょっと打って逃がします。はい、大きくなれ。バイバイ。釣れた。そして604はこうしっかりね潮を掴んで縦に、もう本当にオーソドックスに使えるロッドですね。おお、当たった。食った。縦に食ったよ。ほら、すくっちゃって。サンキュー。やばいやばい。はい。ずーっと船の周りうろうろしてて、さっきからさ。ジグをね斜めに綺麗に泳がせながら上げてくるっていうアクションが出しやすい。でジャークもねこうちょっとこう横気味のねジギングをあんまり普段やってない人でも分かりやすいのが、これあれです、ブローインのジャーキングと一緒です。ブルーブルーで一押しのブローインのねジャーキングメソッドとね釣り方は基本一緒です。もうね632を買ったらぜひ試してもらいたい。シーライドロングとねこの相性抜群。こうやってね結局投げて広く誘うんで、ジグの動きを抑える竿なんだけども、ジグをねしっかり投げられるこのバットパワー。バットがふにゃふにゃだと結構投げづらいんで、投げやすさをちゃんと残しつつジグの動きを抑える。おっしゃ、あ、今当たった。乗んなかった。乗ってる。よっしゃ、来た。斜めシーライドロングをですね横に引いてきた時にヒットしましたよ。はい、またね。シャー。終了。